はい、というわけで前回ですね、LCC のピーチで成田から博多に向かって、そこから長崎、五島と向かっていったというところです。間違ってね、第3ターミナルに行ってから第1ターミナルに行って、ピーチに乗ったところですね、座席がベタベタしてないといったところに驚きました。そしてね、博多からですね、武雄温泉を経由して長崎に行きました。武雄温泉ではね、1600年前から続む泉で、長崎に着いた頃にはもう6時頃なんですが、9時まで空いているですね、出島を見学させていただきました。ね、マルチトレードというですね、わらしべ長者みたいな形で貿易をして最後に香辛料をたっぷり持って帰るといったところを学んでですね、翌日五島列島で、自転車をレンタルしまして、こうして、いい景色テレワークができるジオパークを見たりしてですね、疲れたので、そんなに走らずに戻ってきて、夕方ですね、レンタルの釣り具で釣りをするといったところからのスタートです。釣り具セットをサビキ用のセットいただきました。1500円から大丈夫。はい、というわけでね、お店の人に教えてもらったね、場所あたりにやってきました。釣りしてる方が約1名いますね。この辺にお魚が来るんだよ。あと向こうかな。それともあっちの方かな。ジェットフォイルってあれジェットエンジンなんですかね、あれね。なんか音的にそういう感じですけど、屋根にジェットエンジンがついてるのか。なるほど。サビキ釣りをやっていこうと思います。このね、針っつうの仕掛けっていうんですかね、取っていきます。よいしょ。これね、はい、バックにはね、ジェットフォイルが離陸した後の姿を見ながらね、サビキ釣りのこの針をね外していきます。サビキってね、なんか針がいっぱい6つぐらいついてるんですかね。で、下に餌を入れるカゴがあって、餌にね、エビとか入れるんですよね。はい。他の島に行く船ですかね。はい、フェリーがですね、行ったり来たりしてます。結構激しい。結構ね、船の往来が激しいので、お魚寄ってくるのかなってちょっと、疑問に思いました。ほとんど乗ってない感じしますね。小さなアジがたくさん群がってます。はい、アジがね群がってるって言ってるんですけど、これアジじゃなくてですね、念仏鯛、なんかピンク色のお魚がですね、すげえ大量いっぱいわさわさいてですね、結構小さい、なんか金魚みたいな、金魚といっても例えば昔でいう縁日にいるような小さい金魚ですね、あれぐらいのサイズのお魚がいっぱいわらわら見えてました。はい、魚ねいるんだけどね、いっぱいね、下に。はい、これがですね、長崎に向かうフェリーでございます。長崎行きフェリー、これです。小さいですが、五島列島で初めてのお魚が釣れました。これアジではないですね。なんかすごいちっちゃいけど、なんだろう。念仏鯛というですね、デジャブのように同じ魚が、同じ魚いっぱい釣れます。なんかの稚魚みたいな。はい、このお魚ね、結構すぐに弱りやすいお魚みたいでですね、結構早く傷んじゃうんですよね。これね、ペンチというか貸していただいて、これがね、カサゴらしいです。これさっきね、釣り具屋さんに聞いたらカサゴということでした。トンビがいますね。そうなんですよね。アオサギ大きいんで、ね、カサゴですね。トンビが周りを旋回してます。そうなんですよね。後で思うんですけど、すごくなんか輪廻を感じると言いますか、この鳥さんたちがね、お魚を取るイメージなんで、魚をね狙ってるんですけど、後でね、この念仏鯛をたくさんね、かっさらおうとしていくんですけれども、なんかね、結局念仏鯛で食べれないというか、ほぼ食べ方がないので、ちっちゃいだと逃がすかこうさんに食べてもらうかぐらいしかないんで、ここで釣りをしに来る人たちは大体カサゴをするといったところを目的に来られることが多いそうなんですが、確かにちょっと重みがある感じです。カサゴはね、大きな口でガブッとかぶりつくので、かなり引きが強くなるということですね。私ね、サビキ釣りって多分何回かやったことあるんですけども、こうやってちゃんとお魚がいっぱい釣れるっていうのは多分今回が初めてなんじゃないかな。こ
これね、この魚つかみ用のなんか貸してもらったんですけど、これだともうさすがにちょっとなんかつかめなくて、手でつかむかペンチでヒレを2セット違うであげるぐらいでかいからね。でね、ジェットフォイルがまた戻ってまいりました。先ほど飛び立っていったやつが着水する。あ、こういう風になって着水するんだ。はい、音はね完全に飛行機です。ああ、なるほどね。はい、さっきねカワハギもね釣れましたが、あれはちょっと逃がしてあげました。はい、というわけでね、だいたい7時ぐらいになります。もうそろそろね、日が暮れてくるといったところで、結局ね、カサゴを5、6匹ね、釣った状態で、釣り具屋さんに戻ることにしました。でね、私は魚、なんかよくね、釣りやってる人とか、やった後にその締めるとかってよくやってるんですけど、締め方よくわかんないので、そのまま持ってきました。いや、実はね、この後がね、非常にこう、考えさせられるというか、まあ、取ってきた魚食べるっていう話なんですけど、これ閉まってない魚でですね、これまだ生きてるんですよ。でね、締め方もよくわかんないので、なんか生きた魚の鱗を生きたまま取るとか、さばくとか、すごいえげつない感じでですね、これまでお魚とかね、食べてきた自分からしても、誰かがやってたんだって思うと、ちょっと非常になんか生々しいというか、なんか考えさせられましたね。で、ちなみにいい出汁が取れるということで、身がほとんどないんですけれども、お味噌汁の具にするとね、すごく美味しくなるということで、なんかボトルに入ってチュッてやればでいいやつの買ってですね、あと米もスーパーで買って、今米めちゃくちゃ高いですけど、2キロで1900円ぐらいですね。地元のね、お米って存在しないんですよ、五島列島は。お米を作ってないので。はい。というわけでね、それをいただきました。でね、これ翌日でございます。翌日ね、大雨でございます。まだね、朝のうちはね、歩こうかなっていう気持ちになれるぐらいの状況なんですけども、雨風がね、ひどくて。で、ここからですね、今日は車でちょっと島を巡ろうと、この時は当時考えていまして、で、それでですね、先ほどの釣り具屋さん、なんとですね、1日3000円で軽自動車レンタルできるで、釣り具屋さんにですね、また歩いて向かっているという形で、この釣り具屋さんね、港の、福江の港のね、降りてほぼすぐみたいなところにある。大体ね、釣り具とかレンタルする方はここに来るのかなっていう。でね、1日目に借りた自転車が3000円で、ここで借りた軽自動車も1日3000円。もちろんガソリン代とかね、あと保険代とかもつけるんであれば、ちょっともうプラス1000円とかになるんですけども、この軽自動車がね、借りれます。というわけで、なかなかこれで3300円なんですか、安いと思います。まあ多分島だからこの値段でやってくれるんだと思うんですけども、普通に、数人でシェアするんで、釣り具屋さんのレンタカーが一番お安いんじゃないかなと個人的には思いました。普通にちゃんとそうですね、釣り具屋さんの方もね、非常に親切なので、なんか釣りとかね、興味ある方は、すごくこの釣り具屋さんでね、釣り具買ったり車借りたりしてやると、五島列島楽しめるんじゃないかと思います。私はですね、昨日のカサゴをさばくのでね、非常にもうなんか胸が痛い感じになってしまったので、まあ、ちょっともう釣りはいいかなっていうのは正直心の中で思ってました。でね、この車ずっとこれで運転してですね、ちょっといろいろ行ってみようという形なんですが、もうちょっとね、台風みたいな感じなんですよ。なんで、ちょっとこの状況でちょっとどっか外出するっていうこと自体がなんかちょっとナンセンスみたいな状況になりつつはあるというところでしたね。まあ、地元の方に後に聞いても、こんな大雨この時期なかなかないそうです。もちろんね、台風とかが来ることはあるそうなんですけれども、台風なしにですね、こんなスーパー大雨になるっていうのは、まあ、なかなかないらしいですね。はい、で大雨のね、今福江の、町をちょっと車で走っています。ここはちょっと港の部分ですかね。港のロータリーだと思いますね、ここは。でね、バスなんかは普通に通常に運行してますし、学校なんかもね全然通常にやってますし、普通の、役所とか図書館とかねやってるに通勤してる方とか、この大雨の中ね歩いて行かれてましたね。この時点でね、今日はもうちょっとやめにしておいた方が良かったんじゃないかなっていうのは正直思うところでございましたね。福江のね、街の方ってこんな感じになってます。なかなかね、
割としっかりとした街並みがあってですね、東京都の離島なんかに比べるとしっかりとした集落ですか、なんていうか本土といいますか、九州の本土の街と比べても多分遜色ないような感じの規模感の場所だったなというところで、離島というとね、どうしてもですね、辺を想像しちゃうとですね、した街が出るというイメージ。ここでね、おばあさんがね、大雨の中チャリで走ってるんですよ。多分70超えてるような感じの方でしたね。で、今ね、といえばですね、教会が有名なんですよね。隠れキリシタンとかそういうのもたくさん住んでいらして、で、その方々が、キリスト教が OK になった明治時代の以降ですかね、ちゃんと教会を建て始めた、そういった教会がたくさん残っているといったところで、堂島カトリック教会ですかね、行くことにしました。でね、着いたんですけれども、雨でですね、隣にツアーバースが来てるんですが、ツアーバスの人もですね、バスから降りずにずっとバスの中で出発するのを待って謎な状態でして、これね、堂島マドレーヌ屋さんとかあって観光地化してる風な感じもあってです。ここは晴れた日に来たらなんかすごく遠浅で面白い海なの。私も今日やってたんですけど、ここね、入る気も失せまして、外からね、外観を見て、なんか教会ですね、見て。でね、結局、なんかすごくね、こじんまりしてるんですよね、今日。はい。でね、この長崎のですね、キリスト教でちょっと思ったのは、イエス・キリストというよりもですね、どちらかというと、聖母マリアをですね、信仰するような、形の信仰っていうのは結構多いようです。でですね、ここね、タッシャカランドっていうですね、市民プールと温泉施設が合体したようなところですね、とやってきました。できることとしては、風呂入るぐらいかなということで、こちらですね、富江という町、港ですね、港町で、天光閣さんといったところで、ちょっと一応空いていたのでね、シャンプーをいただこうと思います。よいしょ。ありがとうございます。はい、こちらね、美味しいと思いますが、結構豚骨というか豚をしっかりと使っているような形です。なんか豚骨ラーメン食べてるような感じでした。で、宿の方に戻ってまいりましたが、相当雨が強くなっております。でね、今こちらの谷口鮮魚店さん、こちらにね、お刺身を注文していたので、そちらをね、先ほどのお刺身のお店のおばさんも、いやこんなの初めてだわみたいなこと言ってましたけど、なかなかないんでしょうね、ここまで。はい。リグ屋さんがですね、車これ返しに来たんですけど、なんか明日の朝まで乗ってっていいということで、一旦お金を払ったんですが、明日の朝返してくれればいいと。っていうのは、今ちょっと雨がひどいので、っていうことですね。はい、宿に戻りました。こちらがね、いただいたお刺身です。雨なんでね、新鮮な本日取れたお魚が多分ないので、多分昨日取れた魚かなで、ちょっといただくことにしました。で、昨日ね、カサゴ汁に使った味噌汁と、あとご飯、そのままね、使って、お刺身をいただきました。醤油が甘い。そうですね。やっぱり九州なので醤油が非常に甘いなと感じました。次は。これもうまい。はい。というわけでね、五島列島福江島のですね、稀に見る大雨の一日といったところでございました。台風シーズンはこんな雨降ることも多いんじゃないかと思いますが、5月にね、1日だけこんな大雨の日になってしまいました。この日はね、あんまり外に出ないのが多分適切じゃないかなと思いますがね、せっかく旅行できてるとね、1日潰れちゃうので非常にもったいないなっていう気分にもなってしまいます。この日はね、飛行機も船も出なかったので、この日帰る予定だった方はですね、この日帰れないという形になったんじゃないかなと思います。ちなみにこの次の日はね、また天気のいい日になりますので、またそこもチェックしていきたいと思います。